全日本柔道選手権、それは日本で最も歴史のある大会。出場する全ての選手がさまざまな思いを秘めて臨む特別な一日です。オリンピック、世界選手権に並ぶ柔道三大タイトルの一つとされ、日本で唯一体重無差別で争われる試合。これまで多くの柔道家がその舞台に挑み、輝かしい栄光とその陰に散る悔しさを味わってきました。僕としては世界選手権、オリンピックより取るの難しいと、夢見る大会で、あったなというふうに思います。この全日本選手権に出場し、そして、頂点を目指していくことに、それだけに何か価値を持った上で戦ってた。今回その舞台に挑む4選手を追いました。彼らが見た全日本選手権の姿とは。プレッシャーには別にそこまで感じてないですね。自分自身もやっぱ連覇目指して。去年やっぱ、会社の後輩の太田に投げられてすごく悔しかったんですよね。で、あの悔しさもやっぱ今もあるし、体が大きい、体重が重い選手が強い、そんな一つの事実に、少しでも反抗できたら。お父さんの偉大さっていうか、すごい人やったんやなっていう、俺がやらな誰がやんねんっていう。もっと堂々としていく。堂々としてない。狙うは連覇か、王座奪還か、はたまたロマンか、それとも新時代の幕開けか。大会の裏に見えたそれぞれの物語です。大会を1週間後に控えたこの日、入念な調整を続けていたのは前回大会の優勝者、太田彪雅。対戦相手の研究とか、あとどういうふうに試合展開をしていくかっていうのをイメージしながら今稽古に取り組んでますね。怪我もない今全くないんで、そうですね、体調はいいですね。今大会彼だけに許された連覇という命題。そこで挑戦を目前に控えた太田の素顔や胸の内に迫りました。失礼します。うちの中に入ってくると割と柔道のことは忘れるタイプです。それとも引っ張るタイプですか？いや、引っ張らないですね。柔道のこととかあんまやらないですね。何をしてる時が一番幸せですか？やっぱあれじゃないですか、ご飯食べてる時じゃないですか。やっぱ社会人になってから自炊とかするようになったんで、最近ちょっと料理とかちょっとだけですけどね。そんなちょっと前までは親子丼ちょっとハマってて、親子丼と控えめっすね。自分性格的にはやっぱりそんなガツガツ前に行くタイプではないですね。
柔道とかも慎重ですね。そういう意味ではちょっと性格出てるかもしれないですね、もしかしたら。太田についてチームメートの印象は？口下手ですよね。口下手です。はい。だからあんまり背中で語るタイプで自分を表現はしないかもしれないですね。自他ともに認める控えめなタイプ。しかし最近ある変化がありました。最近よく出してきたよね。あ去年の全日本ぐらいじゃないですか。それまでなんかめっちゃ優勝したいみたいな感じじゃなかったんで、勝てればいいかなぐらいだったんですけど、欲がなかったんじゃないですかね。普通によく出しました。転機となったのが初優勝を飾った去年の全日本選手権。先人たちがたどり着いた頂に立ち、改めてこの舞台の重みを実感したといいます。周りの方たちの反応を見て、やっぱ全日本選手権っていうのは特別な試合なんだなっていうふうにはやっぱ感じましたね。やっぱそこで優勝するってこともやっぱ絶対、柔道家だったら目指すところだと思うんで、自分もやっぱ特別な試合だとは思いますね、他の試合と比べては。人生を変えた前回大会から4ヶ月、王者として迎える今大会。連覇の先には大いなる夢が見えてきます。今回は全日本選手権で代表が決まるんで、100キロ超級ので多分優勝した人が世界代表になると思うので、今年の世界選手権ってやっぱ結果残さないとオリンピックの道ってだいぶこう難しくなってくると思うんで、もうやるしかないんで、もう覚悟を持って試合するわけです。もうそんな太田にとって良き先輩にして良きライバルとなる存在がいます。怖いですね。でも優しいですけど、なんかオーラがありますね。雨ですね。雨の日とか寒い日ダメですね。なんかもうそういうのも気になるようになってきました。年齢的に。なんかそんなの昔は何とも思わなかったんですけどね。痛い、体が痛い。それは2年連続太田との決勝を戦った羽賀龍之介。狙うはただ一つ、王座奪還です。去年やっぱ、会社の後輩の太田に投げられて、すごく悔しかったんですよね。で悔しさもやっぱ今もあるし、今年はその悔しさを晴らすため、あともう一回日本一になりたいっていうところ、無差別で日本一になりたいっていうところが、シンプルにあるんで、再び日本一の柔道家へ。虎視眈々とそのタイトルを狙う羽賀には、全日本に挑むもう一つの理由がありました。それが実際今の年齢まで柔道の選手として第一線を走ってることになるって思ってました？いや、思ってないです。もう東京オリンピックで出てもやめる、出なくてもやめるって決めてたんで、自分の中で。これまで数々のタイトルを手にしてきた羽賀も、気づけば今年で31歳。引退の2文字が頭をよぎる年齢になりました。入ります。もうやめよう。
一度はそう考えていた彼を再び奮い立たせたのが全日本選手権の存在でした。そのコロナで前後1年間ぐらいがぐちゃぐちゃになったじゃないですか、スケジュールが。これでなんかやめんのなんかすげえ後悔しそうだなと思ったし、なんかそこで全日本選手権があったんで自分の気持ちを保てれたので、だからこう今や現役選手やってるんじゃないかなと思いますけどね。一昨年決意の大会で悲願の初優勝。さらに怪我を抱えながらも2年連続の決勝進出を果たしました。そんな羽賀を幼い頃から指導する朝日さんは、一昨年の優勝も嬉しかったですけども、去年の準優勝はより一層こう責任感というか、状況でよくあそこまでやったなっていう嬉しさはありました。歩ける状態じゃなかったんですね。なので厳しいなと思ってたんですけども、あの状況で戦うっていうことはもちろん怪我もありますけども、それ以上にその精神的な強さがないとどっかで妥協をしてしまいそうなところがあると思うんですけども、それが最後まで戦ったっていうのはですね、本当に嬉しかったですね。本当にすごいたくましくなったんだなっていうような。5度目の出場となる今大会。その舞台はただ勝つだけではない、自分の生き様を表現する場所へと変わります。31歳の羽賀よく頑張ってるななんて思われても負けたらしょうがないし、あくまでも試合を勝ちに行く、相手を倒しに行くってところが柔道家として見せれるポイントというか勝ちだと思ってるんで、自分がやってきたものっていうのをしっかり相手にぶつけて、何回か絶対気持ち的に折れそうになったりとか諦めそうになる時もあると思うんですけど、そこはやっぱ意地でも踏ん張って戦い抜くってことが、大事だし、そういうところは見てほしいなって思いますね。さらに全日本選手権にはこんな楽しみもあるといいます。自分が大学生の時に出た時も鈴木啓二さんと全日本選手権に戦わせてもらったりとかしたんですよね。で僕も啓二さんと戦えるなんて日本武道館で見てたもうトップスターじゃないですか。もう嬉しくてもう全部出してやろうと思って5分間ずっとガチャ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 してたんですよ。負けてもすごい悔しさというよりも嬉しかったなっていう感覚があるんですけど、でもその時の多分啓二さんとかも多分今の僕ぐらいじゃないですか。で大学生と僕が試合するみたいな感覚だと思うんで、昔恩師に10個上10個下ぐらいは意識しないとダメだって言われてて、なんかそれをすごい最近感じですよね。僕10個下って21とかなんで大学3年生ぐらいじゃないですか。だから10個下っつったらだって斉藤達君とかあの辺とかそうっすよね多分ね。僕彼らが小学生の時斉藤先生にちょっと打ち込み受けてやってくれとか言って、僕小学生で一緒に柔道やったことありますからね。そういう年齢の子たちと全日本選手権で試合するっていうのは、そう考えると本当柔道界面白いっすよね。その小学生も今や斉藤達20歳で、身長が191センチの165キロです。日本最重量級期待の星に。去年11月の国際大会ではオール一本勝ちでシニア初優勝を果たしました。そんな彼の父親は柔道家斉藤仁さん。2度のオリンピック金メダルに加え
34年前の全日本選手権を制した柔道界のレジェンドです。そんな偉大な父を見てきた斉藤は、来たる全日本選手権に向け猛特訓中。国士舘大学総監督を務める鈴木啓司さんは、日本柔道界の顔になるような斉藤仁の息子じゃなくて、斉藤立という一柔道家として、日本だけじゃなくて世界中に名前が出るような、そういった選手になってもらいたいなと思います。稽古の後は2時間半のウエイトトレーニング。過酷なトレーニングを続ける斉藤に息抜きなどはあるのでしょうか。今趣味ってあるの？睡眠ですね、マジで。寝るかな。好きな食べ物？お寿司っすね。はい。高校の時多分自分全盛期で70皿ぐらいですね。サイズで困ったことってあります？いや、めちゃくちゃありますよ。靴のサイズとかスニーカーとか34のやつ履いてるって感じです。全てが規格外。そんな20歳の寮生活を覗かせてもらいました。いや、それはやりすぎ。寮のご飯は美味しい？美味しいです。このぐらいの量余裕？特に好き嫌いとかもない？しいたけ嫌いです。しいたけ嫌いなんだ。どうも斉藤です。今から自分の部屋を取りに行きます。Let's go！ 生活する寮はおよそ6畳の2人部屋。お気に入りは、ベッドとかは結構お気に入りなんですけど、ちょっと映すと恥ずかしいんで、同部屋のデチキン TV こと吉田秀道君です。自分の小学校からの知り合いの竹内君です。その達郎の私生活とか、その試合に対する思いとかすごい見れて、いつも刺激もらってます。時には同級生たちとリラックスしながら柔道一色の生活を送る日々。部屋の壁には自身が書いた全日本優勝の文字が。さらにちょっと破れてるんですけど、これは自分のお父さんが全日本選手権優勝した時の写真です。これは大阪からですね。憧れっていうか、ありますね、やっぱそういう思いも。自分のお父さんの座右の銘で、国士舘柔道部の座右の銘が多分こういう豪気僕一つで、自分のお父さんが亡くなった時にそうですね、こういうの貼っといて、しっかり初心を忘れないっていうか、初心に戻るような気持ちで日々過ごしてるっていう感じですかね。2002年大阪府で生まれた斉藤。父親が柔道をしてて、それで、自分もそう流れ的にお兄ちゃんもやり始めたっていう感じで、気づいたら柔道場にいたみたいな感じです。6歳で柔道を始め、恵まれた体格を生かし才能を伸ばしてきましたが、年齢を重ねるにつれこんな思いを抱くようになりました。それまで自分お父さんやらされてたっていうのが強かったので、全く柔道やる気出ずに、なんでこのやらなあかんねんとか、すぐやめるとかお母さんにずっと言ってて、毎日のように言ってましたので、柔道行きたくないとか言って、学校から帰ってきてもう玄関開けて主人の靴がポンってあるとまた学校に引き返していったりとか家の前にこういうのねやったりとか、電柱に打ち込みさせられて。これはどういう流れでこうなるんですか？いきなり始まるんですよ。もう全然場所を問わず
すぐどこででも練習させてましたね。子供たちの道場にこう見学に行ったりとか指導に行ったりとかするようになると、だんだんと鬼の斎藤になって、そこから子供たちは楽しくなくなったんじゃないかな。息子を思う厳しい指導は時に小学生の達を大学の稽古に参加させるまでに。しかしそんな仁さんも2015年病気のため54歳という若さでこの世を去りました。その時は本当実感がなくて、言って自分からしたらお父さんは言ったら最強みたいな、もう本当にめちゃくちゃ強い人だったんで、そのがんって知らされた時もあまり実感っていうか現実味がなかった。お父さんなら絶対生きるやろ、大丈夫やろみたいな、そういう子供の考えだったんで、だから亡くなった時は、本当に実感が湧くのが1ヶ月ぐらいかかって、単純に嘘やろっていう、いやそんなことないっていうふうにびっくりしましたね。主人がその最後にね亡くなる日かな、亡くなった日前日の夕方に子供を達を連れて病院に行ったんですよ、お見舞いにね。じゃあもうお昼から稽古ね行かずにお父さんのそばにいようか、そうしようかって言ったら、主人がもう全然喋れない状態だったんですけど、こう稽古行けって一言最後に言ったんです。でも結局それが最後の遺言みたいになっちゃって、その後も言葉発しなくなっちゃったんですけど、父が最後にかけた一言、ここから12歳だった斎藤の柔道に取り組む姿勢が変わります。なんかいろんな人がめちゃくちゃ気遣ってくれるわけじゃないですか。だからそういう時になんかすごい悲しみっていうのが急に溢れ出て、その時にやっぱりそのお父さんが亡くなったその重大さっていうのがもう本当に分かってもうそこでなんかもう俺がやるなら誰がやるねっていう気持ちが強くなって本気で取り組むようになりました。そこからの成長は著しく、中学3年で初めて全国大会優勝を果たします。いやもうすごい、そこで初めて試合で優勝してむちゃくちゃ泣いて、勝った時は嬉しかったんですけど、自分のお父さんとお母さんが持ってた自分のお父さんの写真を見た瞬間にもなんか涙が止まらなくなってブワーって泣きましたね。これ1回だけですね。その後も泣いてないですね。この時はなんかお父さんと約束した約束がねやっと果たせたって言って。これは生前の家族旅行。何ビデオ、もういいよ。撮ってって言うねん。撮っていいよ。今まさにもう背中ち、お父さん見ちゃダメなんだよ。お父さんがここでこう言ったの今なあ。ひとたび柔道を離れれば達にとって優しいお父さん。中学に上がる頃には父の背丈を追い越しました。でもそんな父はもういません。34年前、お父さんが見た同じ景色を見るために全日本選手権に挑みます。歴史ある大会なんで、やっぱちっちゃい頃からずっと見に行ってるから、夢の舞台っていうか、今回は本当にやっぱ世界選手権とかにも全部つながってくるので、何としても勝たないといけないっていうふうに思ってますね、自分は。そしてもう一人、この大会に特別な思いをかける人物が。オリンピック連覇を果たした大
野将平。これが最後の全日本選手権と話す73キロ級の王者がオリンピック後最初の試合に選んだ訳とは。東京オリンピック前から多分ここまで、やることっていうのは、決めていたので、自分にとって自然な流れといいますか、リオデジャネイロオリンピックの時も同じような流れで出場させてもらいましたし、でも今回はそのパリオリンピックまでは自分の中で、見えていない状況なので、ここで何か勝った負けただったり投げた投げられたりとか、観客に見てもらえるだったりとか、そういった刺激を受け取って、どのように柔道家として今後の道が決まっていくんじゃないかなと、ある意味自分自身に期待している。求めていたのは全日本選手権のその先。この大舞台に挑むことで自分の進むべき道を決めるきっかけを探していました。重そうでしょ。重そうだね。重いんだよ。しかしあまりに過酷な体重無差別、柔道界頂点への挑戦。普段一番近くで見ているこの選手はどう感じているのでしょうか。一番の怖さは怪我。やっぱ大きい相手であると無理な方向に投げられたり、自分の体がコントロールできなくて変な方向に曲がっちゃったりとか、そういういろんなリスク背負って、大野先輩が挑むと思うんですけど、多分そういうの関係ねえっていう考えというか、そういうのが分かった上で真っ向勝負で挑んでいくんで、本当そこはリスペクトしています。リスクを承知の真っ向勝負。ルール改正後、これまで通用していたいわゆる軽量級の戦い方が難しくなった今、昔のようなドラマが生まれることは少なくなってきました。しかしそんな中でも大野はこう断言します。不可能という文字が前面に来る大会っていうのも、なかなかないことですし、負けを覚悟しての大会っていうのはこの全日本選手権、のみなので、軽量級らしく、賢く戦う、そんな器用なことは、自分自身できませんので、あくまで真っ向勝負すると、躊躇なく、大すがりを、打ち込みたいなっていうふうに思います。己の未来と信念をかけた全日本選手権に挑みます。重量級の選手の大会っていうのは、重々理解してて当たり前の事実ですけど、体が大きい、体重が重い選手が強い、この柔道界ですから、そんな一つの事実に少しでも反抗できたらいいなというふうに、思ってます。
それぞれの思いが交錯する全日本選手権という特別な舞台。その答えを見つける戦いがいよいよ始まります。こちらは1階指定席アリーナ指定席の方の入場口となっております。こちら1階指定席。ごめんなさい。会場には全国の予選を勝ち上がってきた選手たちから東京オリンピックの代表、さらには世界選手権の優勝者まで強豪ひしめく今大会、勝てばまさしく真の日本一と呼ばれるにふさわしい顔ぶれとなりました。1回戦からの出場となる大野将平。相手は2階級上の90キロ級前田です。1回戦最注目の一番と言ってよろしいでしょう。開始早々巴投げで相手を揺さぶる大野。ここから小細工なしの真っ向勝負。どよめく日本武道館。さらに大外刈り。技の打ち合いの行方は。ここを耐えきれず有効を奪われます。しかしこんな戦いこそ大野が全日本に求めていたものでした。軽量級重量級関係なく真っ向勝負っていう、非現実的な勝負を挑みたかったっていうところなので。残り時間もあとわずか。大野将平の戦いはここで幕を閉じました。もっとやりたいことっていうのがあったんですけどね、4分という時間の中でなかなか表現しきれなかった、そういった悔いはあります。この日本武道館の観客の皆さんの前で柔道ができた喜びっていうのはかけがえのないものでしたし、待てのたんびに歓声だとか拍手が聞こえる、それがやっぱり自分自身を前へ前へと動かしてくれた原動力になったことは間違いないので、改めてやっぱり出てよかったなっていうのと、まだ試合やりたいなっていう、気持ちがありますね。次に畳に上がったのは前年王者太田彪雅。2回戦近畿地区代表小川との試合は
組手で優位に進める太田が相手の指導3つによる反則負けで3回戦に進出します。羽賀龍之介の初戦は斉藤と同じく最重量級のホープ中野との勝負です。序盤から中野の力に押し込まれる展開。これ分からないですね。左足を振り続ける、そして前に出続ける、そして右の出足洗い。中野選手のいいところが出ています。すでに2つの指導を受けている羽賀。ここで3つ目が与えられると敗退に。まだ終わりません。ここから羽賀がベテランの意地を見せます。一瞬の隙をつき起死回生の一本勝ち。王座奪還へここで負けるわけにはいきません。斉藤の初戦は大野を下した前田が相手。頑張れ。客席には母美恵子さんと兄一郎さんの姿。試合は延長戦に入りますが豪快な内股で一本勝ち。もう親父に頼るしかないですね。自分ではどうにもできないんで。続く3回戦。羽賀の相手はまたも最重量級一色との勝負です。試合は序盤から膠着状態。さらにアクシデントが羽賀を襲います。延長戦、徐々に押し込まれてゆく羽賀。出て支え、横倒し。映像を確認します。
技のポイントは取り消されましたが、3つ目の指導で反則負け。王座奪還の夢は3回戦でついえました。ごめんなさい。大丈夫です。ダメなんですよ。足が腰もやばい。試合後、道着を脱いだ羽賀の足にはこれまで刻まれた戦いの歴史がありました。もうダメや。氷河に氷河のたけしです。結果が全ての世界なので、やってきたこととか準備してきたことが実らなかったっていうことに対してすごく残念な気持ちがありますけど、でも、認めたくないですけど、年齢もそうだし、やっぱちょっと前まではね、中学生だった高校生だった選手たちが今全日本出てきて、自分30超えてってところで試合するのも面白いなと思いますし、やっぱ彼らに負けない意地というか気力というか、相当なそういう覚悟がないと改めてこういう世界で勝ち続けるのは難しいなってことを今日、考えさせられましたね。そうですね、なんか皆さんからも今試合終わって会場とかで声かけてられても、別に何も言ってないのにまだやってねとか、続けてほしいよってことを言われるんですけど、でもそこまで悲観的というかでもないし、なんか負けた要因みたいなのも結構今見えてるなっていうふうに思うので、そこをまだ潰していけばさらに強くなれるっていうふうに思ってやっていくしかないので、僕の年で負けを生かすなんてことは絶対やっちゃいけないんですけど、これもこれで一つのね人生というか長い目見た時に一つの負けだと思うので、そこはなんか受け入れて前に進みたいなと思います。3回戦、残る太田。斉藤は盤石の試合運びでベスト8へと進みます。準々決勝、太田の相手は小川雄生。かつてこの大会を制した小川直也さんの長男です。小川の左腕をうまく制し、間合いを作る太田。しかし太田が徐々に小川の術中にはまっていきます。相手の頭を下げさせ圧力をかける小川。なんとか組手をかいくぐり仕掛けますが、ここはポイントにはなりません。
攻略の糸口を見つけられなかった太田。全日本連覇という夢もここまででした。悔しいっていう気持ちと、まだまだだっていう、自分に対してちょっと不甲斐ないなっていう、この試合は絶対優勝しないといけなかったんで、重く受け止めてます。そして次の、試合に向けてまた一つ一つ、勝ち続けないといけないなっていうふうに思います。次々と優勝候補が敗れる中、快進撃を続ける斉藤は羽賀を破った一色にも落ち着いた試合運び、圧巻の強さでベスト4進出を決めます。力走もしない方が。あと2つ勝てば亡き父と同じタイトルを手にすることに。しかしその挑戦のハードルはここからさらに跳ね上がります。日本最重量級のトップを走る東京オリンピック代表原沢との対戦。実績も経験も勝る相手に一歩も引かず。白熱した試合に観客も息を飲みます。徐々に消耗戦となる試合。そんな中、果敢に攻め続けたのは斉藤でした。原沢選手うまい。小内刈り勝負技でしたね。よく、いやー斉藤選手よく耐えましたね。いい形。これはいい形。いかなければいけない。いい形。残した。持ってますね。内股、いい技でした。最後は原沢に3つ目の指導が与えられ、斉藤はついにこの激闘を制します。我慢
した。よく頑張りました。その体はすでに限界に近づいています。それでも心は最後の戦いへ。決勝の相手は現世界王者影浦心。大会開始から8時間。いよいよ決勝戦。偉大な父が追いかけ続けた夢の舞台に今挑みます。持たせる瞬間に片襟を敷いました。おお、外刈り。片襟の足車のような形になりました。思い切って技を出しています。果敢に攻める斉藤。決着は延長戦に。ここで影浦が世界王者の意地を見せます。また片襟から。なるほど、片襟持って袖を持たせると斉藤選手両襟がないわけですね。影浦選手、これは良いかもしれません。両襟、もう明らかに担いだ。ちょっと釣り手を直そうとしたところに影浦選手の背負い投げが入っていきました。流れは影浦選手ですね、今。はい、そうですね。影浦選手返しましたが斉藤選手が防ぐ。これは大拍手です。日本武道館が揺れています。いい攻めですね。いい攻めですね。試合時間は15分を超える死闘。ついに決
決着の時が訪れます。全日本選手権史上初、親子2代での大会制覇となりました。向かった先は達が生まれる前に優勝した亡き父がそうしたように。こんな風に思わせてくれる息子に感謝ですね。はい、多分一緒にいてくれたとは思うんですけど、でも、主人はどうしてもこのタイトル、全日本のタイトルが欲しかったんだっていうことをよく常々言ってたんです。でもまだまだだぞって言いながらも喜んでくれてると思いますね。はい、その時を代表してあいつが頑張ってくれてるんで、本当になんか夢みたいですね。まだオリンピックも勝ててないので、並べるようなレベルではないと自分でそんな思ってるので、しっかり自分のお父さんのような柔道を目指していきたいと思います。そしてこの優勝がもう一つのスタートライン。世界選手権大会の 100kg 超級代表を発表させていただきます。 100kg 超級斉藤立。立が生まれた時から僕はちょっと一緒にいたこともあるので、非常にこう厳しいことを言えないのかななんて立がまだ小学校中学校の時思ってたんですけど、斉藤先生が亡くなられてからの立の成長っていうのはすごく著しいものがあるなと。世界代表というものが、斉藤立という選手にとって本当に自覚を持って責任を持って代表を受けてほしいなというふうに思います。家族で挑んだ夢の舞台。大会の長い歴史にまた一人新たな名前が刻まれました。来年は一体どんな物語